うしたら上手になりますか？こんにちは、ゆうきです。今日はによってという文法を練習しましょう。ビデオには4つのパートがあります。1、会話の例。2、文法の説明。3、練習問題が2つ。そして4が会話練習です。会話の中で自然に使えるように、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それではまず使い方の例です。どうぞ。私、日本語が上手になりたいんです。どうしたら上手になりますか？毎日勉強することによって上手になりますよ。たくさん話すことによってペラペラになりますよ。YouTube によって勉強することができますよ。わかった。頑張ります。名詞によって、名詞による名詞。これはでという意味です。このでは手段、方法のでです。これを使って何かをするという意味です。によってはでより少しフォーマルです。硬いです。なので話すときも使いますし、書くときもよく使います。この文法は名詞と一緒に使いますから動詞を使うことができません。じゃあ動詞を使いたいときどうしたらいいですか？ことを使います。動詞こと。毎日勉強することによって上手になる。勉強するによって、これはダメなんです。することによってです。によってという文法は他にも3つ違う意味や使い方があります。ですが今日は手段、方法のによってこの練習をしましょう。それでは練習です。練習1、皆さんは健康に気を使っていますか？自分の体を大切にしていますか？私は前はあんまり気にしていなかったんですが、最近は少し健康に興味が出てきました。さて、このイラストの男性はとても健康そうですね。いいですね。男性が言います。俺は何によってとても健康になった。何によって。ではここの答えを今から10秒で作ってみましょう。それではどうぞ。はい、どうでしょうか。それでは例を紹介します。1つ目、俺は運動によってとても健康になった。運動によって。俺が健康になった方法は運動だという意味です。ちなみに俺というのは私という意味です。男の人が使うことが多いです。仕事とかフォーマルな場面では私と言いますが、それ以外の場面では男の人は俺とか僕を使う人が多いです。女の人は私とかうちとか人によっていろいろです。他の例は、俺は薬によってとても健康になった。薬によって。あと、野菜中心の食事によって、これもいいですね。これは肉や魚も食べるけれども、野菜が多い食事のことです。あとは、早寝早起きによって。早寝早起き。夜早く寝て朝早く起きるということです。似ているような意味で規則正しい生活によって、これもいいです。規則正しい。規則とはルールのことです。ここでは毎日の生活にルールを作ってそのルールを守るという意味です。例えば時間を決めることですね。寝る時間、起きる時間、ご飯を食べる時間、仕事をする時間、リラックスする時間などです。体にリズムができるので健康にいいそうです。
私にも健康法があります。でもこれは体の健康というより心の健康なんですけれども、それは毎日日記を書くことです。私は日記を書くことによって元気になります。皆さんには健康法がありますか？それは何ですか？練習2、皆さんは毎日インターネットを使っていますか？私は毎日使っています。使わない日はないです。インターネットは生活の中でなくてはならないもの、つまり絶対必要なものになりましたよね。最近はチャット GPT など AI の技術が進歩しています。進歩するというのは進んでいるということですね。皆さんも利用していますか？さて、問題です。インターネットによって何ことができるんです。何ことができるんです。インターネットによってできることはすっごくたくさんあると思うので、皆さんが考えたものをいくつか教えてください。それではどうぞ。はい、答えはたくさんあると思いますが、いくつか例を紹介します。まず一つ目、インターネットによって世界のニュースを知ることができるんです。そうですよね。インターネットは情報が早いですから、世界中のニュースを知ることができます。あと、インターネットによってオンラインゲームができるんです。インターネットによって遠距離の彼女とテレビ電話することができるんです。遠距離というのは距離が遠いということです。彼女と私は距離が遠い。だから会うことができない。でもインターネットを使ってテレビ電話ができるんですね。いい時代になりましたね。他にもいろいろな文ができると思いますので、皆さんの作った文もぜひ教えてください。最後は会話練習です。あなたと私は友達です。そして今度の休みに私とあなたと友達のリサと3人で遊びに行く約束をしています。しかし私とリサの意見が対立しています。対立というのは全然違うということです。なのであなたはによってを使って話してください。準備はいいですか？いきます。今度の休みは絶対に海に行きたいよ。でもさ、ハイキングはまだ暑いと思うんだよね。海は気持ちいいし最高だよ。そうだよね。はい、どうでしたか？私はどこに行きたいんですか？海ですね。じゃあリサは？ハイキングです。あなたは言いました。意見がまとまらないな。まとまるっていうのは一つになるっていうことです。なので私たちの意見は一つにならない、バラバラだという意味です。困りましたね。そして問題。これはもう何によって決めるしかないね。このもうには最後という意味があります。最後の方法という感じですね。私たちの意見は何によって決めるしかない。何でしょうか？例えば、話し合いによって決めるしかないね。話し合い。3人が納得するまで話しましょうという意味です。プレゼン対決によって決める。これもいいですね。プレゼンというのはプレゼンテーションのことです。私とリサがそれぞれ海のいいところ、ハイキングのいいところをプレゼンテーションして決めるということです。なんか楽しそうですよね。次は
じゃんけんによって決める。じゃんけんはグー、チョキ、パー、この3つのサインを使ってするゲームのことです。あなたの国でもありますか？他にも似ていますが、あとはくじによって決める。くじもゲームみたいな感じで、いろいろ種類があるんですけど、例えば箱の中に紙が入っていて1枚取ります。この紙に当たりと書いてあればいいです。プレゼントがもらえたりします。この場合は自分の行きたい場所に行けるということですね。当たりの反対は外れです。これは残念です。運によって決めるんですね。他にも、ゲームによって決めるとか、戦いによって決めるとかもいいかもしれないですね。もしもっと人数が多かったら、投票によって決めることもあります。投票というのは皆さん一人一人が海に行きたいかハイキングに行きたいかを決めて多い方を選ぶということです。皆さんはどんな方法で選びましたか？お疲れ様でした。によってぜひ使ってみてくださいね。それでは今回も最後までありがとうございました。またねー。